はい、こんにちは。ザッピーです。今日の自分のトピックはですね、ジョージ・ハリスンのギターについて話をしたいなと思います。上手い下手の話では全くないですね。ジョージ・ハリスンの心の置き方がどうだったんだろうかなっていうふうな話なんですよ。で、まずですね、例によって自分の感想文、リアルタイムで聞いてた時ですよね、僕がね、本当にガキンチョウの頃にビートルズがいる頃からまだ聞いてたんですけれども、その頃からジョージ・ハズンってこんな感じなんだなとか思って、そういう感想を今思い出して、語りたいなというふうに思います。じいさんが語ってるようなね、世界になるんですけれども、まあじいさんでも記憶はまだしっかりしているという感じでしょうか。はい。それで、ですね、ジョージ・ハリスンの心の違いっていうのは何かというと、ソロの時と、ビートルズの時で明らかにやっぱり違いはありますよね。何かというと、ビートルズの時はものすごいテンション感があるんですよ。ポールとジョンによって、やっぱりいろんなね、弾き方の指図をされたり、えー、なんていうのかな、ダメ出しをされたりね。そんなことが明らかにありましたよね。でもソロになった時はそれは一切なくなるので、自分の好きなプレイ、もう自分が安心して弾ける演奏だけをしているというイメージになるわけなんですよね。聞いててもね。もう明らかにジョージ・ハリスンがリラックスできる、プレイであり、最初から作曲の段階からそういうふうに感じますよね。そういうのばかりになって、それは悪いって意味じゃないですよ。そういうのはもうほとんどになっちゃうというのがソロになってからだと思います。なので、ビートルズの頃にね、弾いてたような音とか奏法というのは見られなくなるんですよね、やっぱりね。やっぱりジョージ・ハリスンっていうのは、もともとね、僕は、ギタリストとして、特にソロになってからは聴いてないですね。作曲家であって、それを歌う人。なので、それでギターは確かに弾いてますけれども、ギターよりも作曲して歌う人というふうにして聴いてるんですよね。例えばレッド・ゼッペリンのジミー・ペイジとか、ディープ・パープルのリッチ・ブラックモアなんかになると、ギタリストじゃないですか。作曲家でもあるけど、まずはギタリストじゃないですか。そういう立ち位置っていうのが、やっぱり、ジョージ・ハリスンっていうのはギタリストじゃないので、立ち位置がね、僕にとってはですよ。もうやっぱり全然ね、ギターが上手いからどうの、下手だからどうのというふうには僕は聞かないですね。うん。全く。あの、ビートルズ自体もね、そのリードギターを前面に出したバンドではもともとないので、それでいいんじゃないかと僕は思っちゃうんですよね。例えば、レッド・ゼッペリンにしても、ディープ・パープルにしても、例えば、紫の炎にしてもですね、天国への階段にしても、もうギターだけで曲の個性を8割方語れちゃうわけですよね。もうイントロから始まって感想があって終わりまでね。そういう曲が、成り立つわけですよね。ああいうギタリストがいるとね。だけど、ジョージ・ハリスンは作曲の段階から、ギターを前面に出してね、ギターが例えばリフで入ってきてガンガンガンに引っ張っていくみたいな、そういうことは、できもしないだろうし、やりもしないだろうし、全然タイプが違いますよね。なので僕は全然ギタリストとして考えてないですね。ギターはそれでね、うまいですよ。うまいですけど、ギターが前面に出る人ではないと思います。で、ところがね、ビートルズになると、今度はリードギターに徹しなきゃいけないじゃないですか。ジョージ・ハリスンって。何せジョンとポールっていう巨頭がいるんで、彼らの作った曲をまとめるために、もう極端な言い方をすると、自分が普段弾きたくないようなプレーも要求されるわけですよね。だからソロになってる時は絶対やってないようなプレーがビートルズの時代にはあるんですよ。例えば、うん、And Your Bird Can Sing とか、She Said, She Said とか、Birthday とか、Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey っていうホワイトの曲だとか、ヤーブルースだとか、サージェント・ペパーのリプライズだとか、アビーロードの B 面の最後だとかグラスオニオンとかね、特に中期以降は、明らかにもうね、ジョン・レノン・ポール・マッカートリーのリクエストで、もう強烈な曲を、強烈な音量と、オーバードライブ感と、それからやっぱハードロックのね、要素、ブルースロックまで入ってくるような要素を、
交えて弾かされちゃうわけですよね。どう考えたって、ジョージ・ハリスンが一人の時に、ソロの時に、シーサイド・シーサイドとか、レボリューションとか、弾くわけないじゃないですか。でも弾かされちゃってるわけですよね。だけど、ジョージ・ハリスンはちゃんとこなしたわけですよ、それをね。こなしてくれたんですよ。苦手だろうと、やりたくないと思うと、やっぱり目の前の二大巨頭のためにちゃんと練習したかどうか知んないけど、少なくてもまとめてくれたんですよね、その音をね。偉大な功績だと思いますよ、それに関してはね。やっぱり、本来だったらね、オールマイラビングとか、初期のね、奏法ありますよね、チェット・アトキンスの雰囲気を持った奏法っていうんですか。ああいう形だったらばもっとね、気楽に弾けたでしょう。ね、ジョージ・ハリスン。だけど途中から明らかに世の中もブルースロックに走ってきたり、ハードロックの方に目覚めた人たちが多くなってきた世の中で、ジョージ・ハリスンは頑張って努力してでもそれを実現してくれたとは思いますよ。本当に。ジョン・レノンなんてシーセド・シーセドのジョージ・ハリスンの、え録音に関しては、プレイに関しては褒めてますからね。本当にいい音が出たっていうふうにね、自分で言ってますから。なので、極端な言い方ですけど、ややできるんだろうなというふうにも思いますよね。アンディ・オバード・キャンシングのプレイなんかも、ポールとあれ確か掛け合いだと思います。ジョンじゃなかったと思うんですけど、ポールだったと思うんですけど、掛け合いをしてますけれども、あんなプレイね、一人でソロになったらやらないですよね、ジョージ・ハリスンね。でも、ポールが、おい、来い、これやるぞ、まとめるぞって言われてやらされるわけですよね。でもやってくれてるじゃないですか。本当素晴らしいと思いますよね。やってくれたんだから。で、名曲として残ったんだからね、それが。本当によくやってくれたと思います。バースデーもそうだし、ヤーブルースもそうだし、本当にセクシーセリーもそうですしね。本当によくまとめてくれたなっていうふうに思いますね。個人的にジョージ・ハリスンのプレーが、本当にね、自分にないかもしれないけどまとめてくれたなと思ったのはレッド・イット・ビーですね、本当に。あの、特にアルバムバージョンの方のレッド・イット・ビーの感想なんて素晴らしいプレーをしてくれたなと思いますね。本当にポール・マッカートニーがあれだけドラマチックな曲を作ったんですけれども、それに見合う感想をやってくれたんじゃないかなっていうふうに思います。ボリューム感もいいし、それからチョーキングの持っている、うねり感もよく出てますしね。本当に当時としては、ものすごいいいプレーだと僕は思ってましたし、今も思いますね。レッド TV 一つのプレーを取っても、ジョージ・ハリスンはもうソロになってからあの手の音も出さないし、プレーもしませんよね。でも、明らかにポール・マッカートニーが作った名曲であるということの前提に立って、まとめてくれたんだと思いますよね。やっぱりその辺がジョージ・ハリスンの、器用さでもあったとは思います。決してね、もともとギタリストとしても人間としても力強い人ではないと思うんですよね。変な言い方だけど、やっぱり、ちょっとね、チェット・アトキンスとか、そういう、まあ、あんまりパワープレイじゃなくて、弱々しいぐらいのプレイの方が自分には合うんじゃないでしょうかね。一時カール・パーキンスとプレイをしてたんですけれども、ビデオが残ってますけれども、ものすごい上手いです。本当に上手いです。エリック・クラプトンもそれ一緒に出てるんですけど、クラプトンよりよっぽどカール・パーキンスにはジョージ・ハリスンの方が合いますね。すごいですよ。だからおそらくそっち側の人なんですよ。で、むしろエリック・クラプトンなんかはカール・パーキンスとやってもブルースギターでリードギターを取ってしまうんですけども、合わないんですよ、やっぱりね。そう思ってます、僕は。なんでやっぱり適材適所なんですけれども、ジョージ・ハリスンはないところでも頑張ってくれたというふうに思います。で、結論的な話なんですけどね、じゃあ何なんだってそういう現象は何なんだっていうことなんですけれども、それがビートルズの凄さに僕は思うんですよね。4人がいるとみんな手が抜けないんですよね。まずリンゴスターだって、普通ね、ソロになってからっていうのはもう本当に歌の伴奏というかリズム取ってるだけのプレイぐらいしかしないんですよね。でも、ジョン・レノンがレイン作ってくれば、あんなドラムになるでしょう。それから、カム・トゥ・ゲザーが来ればあんなドラムになるじゃないですか。もう本当に、リンゴスターだって自分にないものっていうか普通だったら出しきれないものを眠ってるものを出してくるわけですよね。プレイの中で。すごいそういう相乗作用がありますよね。ジョージ・ハリソンは今言った通りですし、
まして、ジョンとポールがじゃあないかっていうととんでもないですね。おそらくジョンとポールが一番それがあったと思いますね。ポールなんて明らかにジョンに認められたいというそのね、意思が働いてるというふうに僕は見えてしょうがないんですよね。ポールがソロになってからのバラードっていうのはみんなメロウになってくるんですよね。みんなではないですけど、メロウな曲が多くなるんですよ。ソフトなだけになっちゃうようなね。だけど、ビートルズ時代のバラードであっても、ポールのバラードってみんなすっごいテンション感がありますよね。緊張感があるんですよ。ロングワインディングロードも、レッド・イット・ビーも、イエスタデーも、ヒア・ズ・アンド・エブリウェアも、エリナー・リグビーも、みんな美しいバラードなんですけども、ものすごいテンションがあるんですよね。ジョン・レノンの存在がそうさせてるとしか思えませんね。こう、二人でハモるとか、二人でね、作ってる時というのが、もしくはジョン・レノン、一人で作っててもジョン・レノンの影がある時に、やっぱり緊張が走ってたと思いますね、ポールの方にね。もう音に現れてますよね。で、ジョン・レノンはどうかっていうと、で、ジョン・レノンの方は明らかにポールが、特に後期になればなるほど、もう多作になりますよね。ものすごいたくさん作りますよね。いい曲を。それにもう、ジョン・レノンは追いつけなくて、アップアップしてたっていうね。もう自分でそんなようなインタビューも残ってますからね。もう負けちまうよ、ポールに負けちまう俺はっていうね。そのぐらいの危機感を持ってやっていて、挙句の果てにやっぱりビートルズのリーダーシップみたいのをポールに持っていかれるわけですよね、本当に。その時に喪失感っていうのは大きかったと思いますので、ジョン・レノンだって、やっぱり負け前として頑張ったわけですよね。もう明らかですよね、本当に。もう、それがビートルズの凄さだったように思いますよね。普通、ソロになったらばみんな各人のソロを聴いても、やっぱりビートルズ時代にかなわないのはそこじゃないでしょうか。目の前にいないんですよ。強烈な刺激になる才能っていうのがね。だから自分の世界だけで曲を作っちゃうわけだからみんなソロになったと。それで満足でしょ、本人はね。だけど、聴いてる方からするとすぐわかるんですよね。もうテンションが足りないっていうのがね。なので、やっぱりビートルズの凄さっていうのは、あまりに気が抜けない状態が年がら年中あって、みんながみんなそこにいる相手のためにやろう。それで打ち負かそうとすらいう気持ちもあったでしょうね。馬鹿にされまいっていう気持ちもあったでしょうね。で、そういうのが、もう各自の才能っていうのを、もう呼び覚ますどころじゃないのかな。自分の才能をぶち破って新しい才能をね、引き出してくるっていうんでしょうか。そういう環境が間違いなくあったのがビートルズなんだろうなっていうふうに思います。じゃなかったらあんないい曲ばっかできなかったろうなと。ソロになってからね、やっぱり比べちゃうとみんな落ちますからね。やっぱり。で、ジョージ・ハリスンも本当にね、ソロだったらばリラックスしすぎて、リラックスしすぎてじゃないな、リラックスして終わっている曲であっても、やっぱりビートルズ時代はものすごいテンション感の中でやったことによって、ジョンやポールが作った曲ですらちゃんとまとめてくれたんだなっていうふうに思います。はい、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。